不動産屋さんの階段です。久しぶりにうちの社長が体験した不動産屋ならではのお話をします。家や土地などの不動産を売る理由の一つに相続が絡むことがよくあるんです。つまり親などが亡くなり、その所有していた不動産を相続した子供などが売却して流動性の良い現金に変えるパターンです。さて、これは今から8年ぐらい前のことでした。その相続案件がうちの会社に入ってきたんです。東京にお住まいの当時で60代半ばぐらいの方で、仮に松本さんとしておきますが、母親から相続した千葉の実家を売却してほしいと依頼してきたんです。それで松本さんから売却するにあたっての経緯を聞くと、少し複雑な案件だと分かりました。そこでざっと重要なところだけお話しします。松本さんのお父様が亡くなって、お母様がずっと実家に一人で住んでいたそうです。そして実は松本さんから売却の相談を受けた時から、さらに遡ること7年以上前に、お母様もすでに亡くなっていたんですね。で、その実家を松本さんとその弟さんの兄弟2人が相続することになっていたそうです。それなら母親が亡くなった時に兄弟で話し合ってすぐに売却すればよかったのにと思いますが、そうは簡単にはいかなかったということでした。それは松本さんの弟さんが当時行方不明で、どこでどうしているのか全くわからなかったんですね。弟さんは事業に失敗してかなり経済的に厳しい状況に陥り、それくらいから音信不通になっていたそうです。まあ兄弟間でもいろいろあったんでしょうね。松本さんが実家を売却するには相続人全員の合意がなくてはできません。ですから松本さんは何とかして弟さんを見つけ出さなくてはなりませんでした。ところがどんなに探しても弟さんは見つからず、困ってしまった松本さんは失踪宣告の申し立てをしたそうです。簡単に言うと、弟さんの失踪届を出したということでした。なぜかというと、失踪届後7年間待って弟さんが見つからなければ死亡と推定されるので、松本さんだけが相続人となり実家を売却できるからでした。そしてその7年が過ぎ、やっと彼単独で実家を売却することができることになり、私たちに依頼してきたわけです。そこで早速社長と私は、まだ鍵はもらっていなかったのですが、その物件を見に行くことにしました。それは千葉県の大きい都市にある閑静な住宅街の一軒家でした。よくある昭和のデザインの木造2階建ての白い家で、外観だけ見た限りでは一見少し手直しをすれば人が住めるような感じでした。私がまず思ったことは、その家の建っている敷地がユニークだったので結構早く売れるだろうということでした。その家の敷地は北側のみ隣の家の敷地に接していて、後の東西と南側は公道に接しているという三方を道路に囲まれた飛び出したような地形でした。また正面の南側も道路を隔てた反対側は林だったので家が建っていませんでした。ですから気を使うのは裏側にあたる北側の家だけで、プライバシーを確保できるとてもラッキーな家でした。その後社長は松本さんから玄関の鍵を預かり、一人で現地に向かいました。その玄関ドアの鍵なのですが、ドアノブが丸いタイプで真ん中に鍵穴があるものでした。そこで社長は鍵でドアを開け、中に入り、各部屋をざっと見ながら写真を撮っていきました。社長の話では、家の中は空気を吸うだけで病気になりそうなひどい埃だらけだったそうで、電気ガスもすでに止まっていて、薄暗く台所の机にはお醤油の使いかけの瓶が出しっぱなしになっていたり、流しにコップが置いたままだったりと、まるで時間がピタッと止まったかのようだったそうです。1階2階庭先などざっとすべて写真を撮り終えると、すでに夕方でした。またすぐ来るので社長はあまり長居はせずに、外から玄関の鍵をかけて
しっかり閉まったことを確認してその日は戻りました。その後、不動産検索サイトに物件を載せるにはまだまだその物件の詳しい内容を役所などにあたって調査しないとならないので、それに時間を費やしていました。その間のことなんですが、松本さんのその実家のご近所さん、おそらく道を隔てた東西の向かい側の家の方だったと思います。ちょうどその家の前を通りかかった時、ふと玄関を見たそうです。すると玄関ドアが半分開いていたんだそうです。その方はそんなことは今までなかったので、おかしいなと思ったそうです。外から見ても誰も中にはいない感じだったので、変だなと思ったそうです。その方は松本さんの実家がずっと空き家なことは知っていたので、いくら空き家でも物騒だと思い、親切にドアを閉めといてあげようと思ったんだそうです。その玄関ドアは丸いドアノブの真ん中のおへそのところが内側で出っ張っているタイプで、そこを押して外から手前にガタンと引いて閉めれば鍵がかかるドアでした。その方曰く、外から声をかけて中に誰もいないことを確かめた上で、ドアノブのおへその部分を押して手前にドアを引いてしっかり閉めたそうです。それからしばらくしてからです。社長がまた間取りを確認する用があり、午後の3時ごろ松本さんの実家に調べに行きました。それで家の正面に立った時です。社長はあれと思ったそうです。玄関ドアが半開きになっていました。最後に訪ねた時にはしっかり鍵を使って閉めたはずのドアがなぜか半分だけ開いていたのです。まず社長はなんでだろう、鍵が壊れているのかなと思ったそうです。でも調べてみても壊れている様子がなかったので妙に感じました。もちろん誰かが中に入った気配もなかったのですが、埃だらけの玄関周辺には前回来た時の社長の足跡しかなく、誰かが侵入した形跡はありませんでした。そこで中に入ろうと思った時、突然と声をかけられたそうです。するとそれは例のご近所の方でした。この前ドアが開いていて閉めてあげたことを知らせに来たそうです。聞くところによると、あれは1週間ぐらい前のことだったようで、その後はしばらくちゃんと閉まっていたんだそうです。今日社長が来たこのタイミングにドアがまた半開きになっていたようで、そのご近所さんも社長に気がついて話しかけに来たということでした。鍵のことは妙でしたが、社長は早速中を再度確認することにしました。相変わらず薄暗くてひどい埃で、慣れてはいますが社長は早く出たいと思っていました。生きている者が全くいなくなって久しい家の中は空気が動かないので恐ろしく静まり返っていました。前回も見た醤油の瓶や流しの食器などが放置されたままの台所を通り過ぎて、隣の掘りごたつの部屋にも再度入ったそうです。昔は家族がここで過ごしていたんだろうなと社長は思いました。今回社長はよりたくさんのアングルで各部屋の写真を撮ることにしていました。そこでその部屋のあちこちを写真に収めていったそうです。静かな部屋にカメラのシャッター音だけがカシャカシャと鳴り響いていました。すると社長はふと掘りごたつの向こう側の床の間の方が気になったそうです。薄暗いので近くに寄って写真を撮ろうと思い、床の間の方に足を進めました。すると何か座布団のようなものが足元にあるのに気がついたそうです。あれ、なんだろうと思い視線をそこに向けると、社長は見たものをすぐには理解できませんでした。そして次の瞬間、うわーっと思わず後ろにのけぞり、全身血の気が引いたそうです。そこには白骨化した遺体が横たわっていました。死後どれくらい経ったかもわからないくらいの一部ミイラ化した白骨遺体だったそうです。それはグレーの作業着を着て
頭には座布団を折って枕にしていたようで、その上に肘枕をして横になっていたという姿だったそうです。頭部は完全に白骨化していたんですが、服の隙間から覗く体はまだ皮膚がついたミイラ化状態だったそうです。疲れて横になったまま亡くなっていったかのようだったそうです。もう全く匂いもなく、魂もない無機質のただの物体にしか感じなかったということでした。社長はすぐに警察に連絡し、第一発見者となったわけで、その後いろいろあって現場を離れたのはかなり夜遅くになってしまったそうです。そして驚くべきことが後日判明しました。その実家で発見された白骨化遺体は、なんと松本さんの行方不明の弟さんだと分かったそうです。検視の結果、死後2年ぐらい経っていたということでした。普通は腐敗臭でもっと早くご近所が気がつくんですが、先ほども説明した通り、この実家は三方が道路、前面が林でしたので、ご近所に腐敗臭が分かりにくかったそうなのです。松本さんは年数とともに実家を確認することがなくなっていったそうで、特にこの数年は全く訪ねたことがなかったそうなんです。弟さんの遺体が見つかったことを知ってかなり驚いていました。あの玄関ドアのことですが、しっかり鍵をかけていたのに、最初社長が訪ねてから2回も半開きになっていたということで、まるで社長を待つかのようでした。弟さんの霊がついに自分を発見してもらえるかもしれないと思って開けたのかもしれないと私が社長に言うと、社長は一緒に伏していましたね。ただこの時に社長が撮った写真を私のサイキックの友人に事前情報なしに見せたところ、誰かはわからないが霊が部屋のドアの隙間から覗き込んでいるということでした。その弟さんの霊だったのかもしれません。不動産業をしていたからといって遺体の第一発見者になることはめったにないんですが、社長は他にもあるので、そういう星回りの人なのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。